まさチャンネル初登場ということで、通称ですね。何の釣りが好きなの？田中さん、海外で今一番行きたいところは？今聞かれるとね、ハワイのおめでとうございます。お誕生日。女性で好きなタイプはどんな感じだろう？はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、ボートシーバスに来ました。今ですね、9月1日にまだなってない8月31日の0時回ったところですね。1時40分っていう時間になってます。干潮から、ガンガン上げてる川回りをちょっとやってみようかなということで来ました。今日はね、ちょっとゲストが1人います。どうぞ。じゃん。はい、ブルブルの新入社員のモアセ・ゴティエ、通称ごっちゃんですね。よろしくお願いします。まさチャンネル初登場ということで、今日はちょっとごっちゃんと2人でなんでブルブルに来たかっていうか、まずなんで日本に来たかとかね、そんな話をしながら釣りたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、じゃあ早速やりましょう。エレキでバチッと船止まってるんで、タックル紹介ですかね。今日はナイトホークで行きたいと思います。10月発売のナイトホークにグジストの4000、T が08、リーダー20ポンドで来たと思います。水深が 2.4 メーター。もうちょい後ろ。このラインです。絶対俺を釣らないように気をつけてください。風が残ったね。干潟の方行きたかったんだけど、だいぶ風が残ってます。あ、触った。鈴木がいる。吹いてないけど。さあ、だいぶ風がいい感じで、こっちベイトいっぱいいるよ。海から6キロ地点ですね。水深5メーター。あ、ライドした。いる。イナッコだな、食ってんの。今10センチぐらいのイナッコを食おうとしてバコーンって出てたから。ナレージじゃないかな。アイザーです。アイザー。こっちは何の釣りが好きなの？一番。青物。俺の北海道のやつはごっちゃんがカメラで行ってくれたんだけど、まあでも休み時間釣ってたもんね。3回やったか、3回やって2回釣ってたよね。楽しかった。青物の引きにはで、ヒラマサは釣ったことある？ヒラマサは今までないですね。ない。ブリだけです。じゃあヒラマサ知ったらもう、それこそ GT なんか知ったらハマっちゃうね。やっぱ引きの強い魚がいいんだ。そんなにブリが衝撃的だったんだね。日本に残るほど。ブリのために残ったわけではないか。最初の1本目のブリは、90にしたら相当でしょ。ファイト15分もかかる。一人で堤防で。はい。そりゃ忘れらんない1本だね。釣れないとボツになっちゃうから頑張って釣って。よし、あー食った。やっぱり水面アイザーツイッチングしたらコンって。あれ、最初に海外ロケ行くのどこっつってたっけ？フィンランドだっけ？その前にユースケさんと韓国シーバスね。10月9月の終わりです。もう高橋初海外韓国。韓国めちゃくちゃいるからね。俺も別日程で行きたいぐらい。田中さん、海外で今一番行きたいところは？今聞かれるとね、ハワイのボブフィッシュって言ってしまうんだけど、ちゃんと冷静に考えればフロリダのターポンか、ニューヨークのアメリカ東海岸のストライパーかな。楽しかったし、またやりたいなって思ってるのは、今年行こうかなぐらい思ってたんだけど、もうすね込んで、地元の人たちはそんな釣れてないの。安いワームつけて投げてるだけだから。だけどちゃんとリバーシーバスみたいに組み立てて、合流点とかのよれですね、こう流し込んだら2時間ぐらいで10キャッチぐらいするんだよね。あまりにもバカバカ釣ってるんで、おまわりさんが職質しに来たから、何で釣ってんだっつってライセンスは持ってんのかっつって、すごい楽しい釣りしたから、もう一回やりたいな。ターポンは何で釣れてたんですか？ターポンはいろんな餌釣りだったり、俺は釣ってない。まだターポンはかけたこともない。今月9月行くんでターポン釣ってきますよ。次のぐらいのマサチチャンネルがきっとターポンですよ多分。あった。なんか乗らない。なんだろう、バイトなんだけどね。シーバスのナイトホークアキュラシーがバッキバキ決まるから楽しいな。よし、こっちはちょっともうちょい上行ってみよう。
9キロぐらい。みんなこいる、サッパいる。わあ、サッパだらけ。旅館はベイトびっしり。全然釣りに集中してて、おっちゃんのトークができてない。言いたいことないの。マッサージチャンネル初登場で。そんなこと言ったらますますみんなブルブルに入りたく。でも結構厳しい仕事してもらってると思ってんだけどな、俺。なんかそれをね、楽しくやる大変な仕事を楽しくやって俺も集めてるね。意識、ずっと意識しなきゃいけないのが大変。慣れていくと自分が撮りたい映像を少しずつ撮れるようになって、リバーシーバスかっこいいよ。あれはみんな俺も撮ってほしいって全国のテスターも思ったんじゃないかな。あんだけかっこいい映画。初めて撮った北海道のロケですね。北海道に行って撮りたいですね。あんな状況に当たらないと思う。ガチペンにカモメが来てさ、30センチ上でカモメが食べるか食べないか悩んでる時に水面が爆発したじゃん。忘れらんなくてさ、人生で3度目ぐらいなんだけど、シーラとかオフショアの釣りで岸からやったの初めてで楽しかったな。年に1回北海道のブリやりに行くか。スカイツリーがさっきまで雲の中だったのに午前3時っていい時間だよ。意外と人は起きてんだね。3時半みんなね、こんだけ。それは日本に来てびっくりしましたね。そうだよね。フランスは真っ暗ですし、で車はもうほとんど走ってないですよ。0時から5時6時までは道には誰もいないです。日本人は休むじゃん。海外の人はちゃんと電車とかさ、鉄道とかそういう公共のとこ以外はほぼみんな休みたがるじゃん。でもなんか日本はコンビニとか普通の商売の人も休まない人が多いよね。だから便利だけどさ、俺が子供の頃はそんなことなくて、正月1月1日から3日なんて全ての商店が休みで、お年玉もらっても使うとこないぐらいな感じで、それこそなんか独身の人なんか食料買いそびれたら餓死はしないけど3日間ぐらいじゃ本当に困るぐらい何にもやってない時代だったけど、俺が大人になる頃にはもうコンビニ時代になっちゃった。こうやってボートシーバスのいいとこは、かっぱりで海から1キロずつぐらい橋を順番にチェックするってできなくはないんだけど、めちゃくちゃ大変なのね。人がいたりしたらできないし、だから魚探かけながらも含めてなんかね、一気にこうワンオクの状況が分かるし、もうほんとひとしおひとしおで状況がいいところが変わるんだよね。探りやすいですね。そうだね。その調子いいとこが上行ったり下行ったり、河口が良かったり真ん中辺が良かったり、なんか橋一本一本でずれてくんで、どの辺にベイトがいっぱいいるかとか分かってると、かっぱり行った時は本当に勝負が早いね。東京のボートシーバスも初？千葉の方のお友達が東京に出る。ちょっとやったことあって4回目ですかね。おえおプロアングラーっぽい方向もやりたいんでしょ？やってみたいですね。ルアーの説明、釣りながらしきれるのかちょっと。そう、喋りながら釣りが喋ってると速くなっちゃう人多いの。そういうのをちゃんとコントロールできないと、カメラが回ったら釣れない人になっちゃうから。まともな話できるかどうか。そうだね。今度は話ができなかったり、大抵みんな一度撮ってあまりのひどさに反省して、次から普段の釣りでも喋る、頭の中で喋ってるっていうのかな。そうして上手くなってくね。ウェットスタイルでのヒラスズキを釣ってみたり、ヒラスズキ、ヒラマサ、あとはボートでヒラマサと GT やってみたい釣りですね。今20？今日28です。今日だ。おめでとうございます。お誕生日。今日は効果音、効果音、ピューパチパチパチ。28歳。うちの会社にうじゃうじゃいるラインだよな。28歳の目標は何にしようかな。何ですか？28歳の目標は？まず仕事で言うと、国内で負けない動画作成、撮影と編集。なんだろう。魚です。すごいもん、魚探の誰にも負けないぐらいの編集、撮影編集マンになると
プライベートは？プライベートは毎年というかずっとやり続けているのが体作り、健康維持で、今年でも初めて、ウェイトトレーニング始めて10年目になるから、ずっと健康的な体でいたいので、まずトレーニングをできるだけ週3回です。家に胸板熱いもん。ちょっと俺から推薦はコバッチに腕相撲で勝つみたいな。坊ちゃんのあと 1.5 倍ぐらいコバッチ二の腕太いからカチコチで、鹿児島のボーンフィッシュみたいな感じだから。朝チャンネルに今までない絵面。女性で好きなタイプはどんな感じだ？女性が好き？女性は女性好きです。どういう人が好き？ためで言うと、スラッとしてる人それぞれですね。その人のファッションのセンスとか、自分に合ってる服を着ているとか、あとは性格は物事をはっきり言える人、自分の考えがちゃんとあると、お互い高め合えるのがすごくある。意見がはっきりした女性はでも怖いじゃん。怖い怒られる時すごく怖いですよね。怖いですね。私はとても苦手です。確かに自分の主体性がない女性はもっとつまんないね。従順な感じで最初はいいけどつまんなくなっちゃうね。喜ぶ人もいっぱいいるかもしれないですね。そういう人がいいっていう。女性に大事にしていることは、一つのことに集中できるのか、趣味でも仕事でも何か一つのことに集中してほしいですよね。しっかり軸があるというか集中してる人が好きと。このテーマだけトーク弾むと面白いな。趣味がないと暇になった時にぶつかりやすくなりますよね。しょうがない。ジョルティにしますか。はい、ジョルティです。22g。この夜明けの風はちょっと秋だね。秋の風だな。もう8月、今日が8月31。8月31がお誕生日。夏の最後の日ですね。夏の最後だね。いやーいいな。28歳なんてもうまだ可能性だらけ、可能性しかないいい年だ。いろいろ分かってきて、もう何も分かんなくていろいろ頑張ってた20代前半と違って世の中も見えてきて、本当に着実に前に進めるのが28ぐらいからの10年だよな。本当。さあちょっと戻ってきました。当たった？ここが一番いる。さあこれもジョルティで22ってこんなに重かったかな。ここのとこずーっと 2g のジグヘッドばっかりやってたんで、こんなに思いっきりって 22g。 鈴木には触るけどほんと食わないね。それでもジョルティなら相変わらずライズしてんな、成功が。ジョルティダメだ。はい、ナレージ50 SGO カラーです。ナレージ50にします。空が明るくなってきた。もう4時半。お、当たった。よし、じゃあちょっと加工に行きましょう。最後ラストポイント。ダメだったね、擦れちゃったね。さあ夜明けが近づいてきました。夜明けに向かって向こうの方行きます。さあ夜明けやってきました。ラストゲーム、明けの明星が美しく輝いております。金星ですね。昔の人はあれが金星だなんて思いもしなかったでしょうね。夜明けと夕暮れのタイミングにね、太陽の近くに現れるめちゃくちゃ明るい星ってことで明けの明星、宵の明星って言ったと思うんですよ。まさかそれがね、太陽の周りを地球の内側回る惑星の直径1万2000キロぐらいの惑星なんて誰も思わなかったでしょう。いやー渋いね。ダメかな。よし、ちょっともう一回移動しましょう。この城いるね。風が気持ちいいね。でもお盆前はこの時間でも暑かったけどね、やっと秋っぽくなってきたかね。雲が秋っぽいもんね。筋雲で夏の雲じゃない。この秋もいっぱい鈴木つろ、すごい朝焼けが。東京もね、川の中にいると空広いよね。徳之島素晴らしかったな。徳之島ロスですよ私。すごい見て、あの朝焼け、恐ろしいオレンジ色だ。ジョルティ
ドルティー行きます。では何？ブローイン。青沈みますね。村岡さんは10年後どんな人になってるんだろうとか考えたり。今50歳なんだけど生きてるか分かんないから10年後なんて考えてもないな。今日明日目いっぱい楽しむってことしか考えてない。目いっぱいやる。10年後まあなんとかなんだろうみたいな感じで、もう目指したいものもないというか、会社がねこうなってほしいとかね、ブルブルがこうなってほしいとか、そっちはあるけど俺自身はないな。若い頃は若い時はねやっぱりなんだろうな、欲深いんだけど何欲求があったんだろうな。いまいち金銭欲求、承認、名誉欲、権力欲、お金ないんだよね。強いて言うなら目立ちたいがちょっとあったかぐらいで、だからねインフルエンサー的なそういうね SNS とかやってたんだと思うんだけど、なんか流れってあるじゃん。今自分がこれをやるべきな気がするみたいな、たまたま巡り合い回ってきた仕事だったりさ、なんかほんと目の前のこと一生懸命やってた感じでこうなったって感じだよね。あっと何かに触った。この城がいるんでこの城に触ったかな。この辺ガチャガチャの背があっていいんだけどね。ガチャガチャ。下がガチャガチャしてんの。送電線の下はなぜかカキセが育つよね。眠くなってきた。徹夜も5時。よし、じゃあごちゃラスト3投で。よし、じゃあごちゃおしまいしましょう。ちょっとこっち来て。はい、てな感じで逆光ですが起きましたね。以上です。じゃあ荷晴らしって感じでね、あそこ取っといてほしかったなだいぶね調子悪いですね。悪いなって感じだけど、台風とかでね一雨で状況良くなる。ベイト入ってるから、ベイトすごいなこれ。もうこれシバスって感じだけど、状況悪い荒川からお届けしました。こっちゃん今後いろんなブルブル公式とかチャンネルも出てくるので皆さんよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。